Enjoying the quiet summer months, we traveled across Japan to Miyako-Nojo and the Kirishima-Sankei region to visit one of the last wooden weapon workshops of Japan, Matsuzaki Bokuto Seisakujo. The founder, Master Matsuzaki Yoshinori, switched from agricultural tools to the manufacture of bokken in 1969. The tradition is perpetuated today by the founder's son, Master Matsuzaki Yoshiaki, assisted by his son, Matsuzaki Yoshimasa. 私のところの創業年月日ですか。ですね、多分、まあ、正式に始めたのは昭和44年、3年か4年だったんです。はっきり私の記憶にだけど、44年ぐらいと思うんですよ。4年の、ただその前に、ただ営業屋でやったということですよね。で、僕と正式にやったのは、私は中学校2年か、これから、昭和44年の年から僕とに切り替えたと思うんですよね。始めたのは。それ以降、私で親父はもうずっとやっちゃって、私は18歳からこの親父のところに入って仕事を覚えたちから。で、まあ、その頃は職人さんもまあ、4人、親父入れて5人ぐらい。職工さんが2人ぐらい。あと、雑液、ペーパーをかけたり、ニス塗ったりする方が、4人か5人おったから。全部で、やっぱり私が帰ってきた頃はもう14、5人でやりよったですよね。ただ、その頃は全てがもう手で、手作りで、今みたいにああいう機械はないし、だいたい職人さんが1日35本から削るだけですよ。40本ぐらいすれば、1日ですね。そのぐらい作って、来る日またペーパーをかけたり仕上げてしとったから。だからまあ、その頃は、始めた頃はですね、木剣が売れ出した頃で、作っても木刀が足りないぐらい。で、今の徳井さんともう50年近く取引をしてますので、うちの親父がですね、始めた頃からやから。だから、2軒は長い50年以上になりますし、あとはほら、まあ、30年とか、まあ20何年とかもありますけど、まあ、うちが何も心配せずに僕と親をやってくれたのは、今言うた50年ぐらいの付き合いのとこが、ほとんどうちで作った品物を、最初から全部 100% 中ぐらい、取引してもらったから、で、さっき言ったように競争を、あまりに値段の安い競争もせずに済んだというか、ほら、そういう経緯があったもんだから、まあ、うちは何とかして今までまあ、やってこられたというか、そういうことですよね。うん。まあですね、私がしてる限り、まあ15社ぐらいか16社ぐらいあったっちゅうもんじゃけど、一つはですね、まあ個人で、一人で、まあ昔の家職人さんが、まあ僕と親に切り替えて、一人で僕とやっておられる方が何人かおられたんですね。で、そういうとこはもう後継者がいなくて、自然と辞められた。と、何人かやっぱり人使ってやってたとこは、まあこういうこと言っちゃあかんけど、まあそういう倒産。結局、まあ、原因はやっぱり安売りした、その反動がやっぱり負債が増えたというかですね、そういうのであって、やっぱりそういう形で倒産したとこもあったですよね。だから、で、そういうとこが、後継者がいなくて辞められたとこが何件かあって、また倒産されたとこが何件かあって、まあ何件かあったんだけど、現在残ったのは4件しか。で、まあ、残ったとこ4件中のとこはやっぱ後継者がおったということですね。私にしろ、
各牧田さんも息子さんたちが後継者やったから、まあ技術とかそういうのを教えてもらって、それを引き継いで、残ったとこが今4社です。はい、そういうことですよ。やっぱり後継者がおったということですよね。うん。これはですね、私のところは先が他のところはちょっとまだこれ、うちは補足してるよ、峰も。あと、勾配もこうやけど、これは、うちの親父が先代が、そういう木刀を作って、売り出したわけですよね。うちの親父が。で、ある、名前はなんけど、ある、徳井さんに行った時、まだ都の木刀の品物は、もう50何年前から、なんちゅうかな、まだ高校して改良の余地があると。で、そこの武道具屋さんの親父さんじゃけど、もう亡くなってたけど、その人がうちの親父に、こういうふうに作ってもらえんかな、こういう形してもらえんかなと、いろいろ相談して、最終的に作ったのが今この形なんですよ。で、私は、やっぱり親父が、いろんな、徳さんの社長と相談して作った品物が、そういうふうに作った形をほとんど徳さんに広げていったから、今、うちの僕と私の代でこういう形に変えるわけにはいかんと思ってですね。だけど、それもやけど、やっぱり親父の僕と形が、私は一番自分で、やっぱりかっこいいと思ったから。だから、今も現在この木刀で、親父の作った形の木刀が今の私の木刀。で、息子にもこの形だけは守っていけというふうには言ってますよね。それで特徴があったけど、パッチ見た目はわからんだけど、我々専門の職人さんの中では、これは本庄さんのとこだ。これは二度目さん、荒松さん、誰とかち、もうすぐわかるから。やっぱり、そしてうちの親父が言ってたけど、やっぱり仕上げも、忙しいからって手を抜くなっていうのは言ったですよね。ただ、やっぱり最低限のペーパーをかけて、ニスは、うちは今、ニスも今本当はこれがスプレーでこうするのが今流行ってたけど、うちは未だに担保縫いなんですよ。すり込んで。で、なんでかと、塗った時はなんかいいような感じがしてするし、だけど担保縫いはですね、無駄もんで食ったけど、職業訓練屋の先生が家具屋さんやらいろんな集めた時に、木の塗装は、基本は担保塗りというふうに教えてもらった。それをコンプレッサーモーラー買ってですね、これでやろうか実践したんだけど、リスの量はボンボンなくなるわ。半分は捨て方ですからね。で、担保のやりは 100% 使いでしょ。無駄もないし。で、基本が、そういう、あれやっち教えてもらったもんだから。私はそれを未だに担保でが一番いいというふうにするわけですよ。だけど、決してこれは塗り方はですね、どっちがいいかっていうのは言えんけど、こうスプレーのも綺麗やし、うちはうちのやり方ですよね。The Japanese word shokunin is defined in Japanese and Japanese English dictionaries as craftsman or artisan. But such a literal description does not fully express the deeper meaning. The Japanese apprentice is taught that shokunin means not only having technical skills, but also implies an attitude and social consciousness. The shokunin has a social obligation to work his or her best for the general welfare of the people. This obligation is both spiritual and material, in that no matter what it is, the shokunin's responsibility is to fulfill the requirement. Now, 黒とかちゅうのはですね、今、苦労値、あんまり仕事に対して苦労値を持ったことはないんだけど、ただ最近、年齢的に、もう昔みたいに目が薄くなったから、こういうほら僕と見るこう見るやろ。手前は見えても先が今度はぼやけて見える。こんな眼鏡をかけてこう見るけど、途中がまた見えない。やっぱり
体力的な衰え、目の衰えとか、そういうのがあってですね、昔みたいに特注の品物を自分で寸法を測りながら、一人で勝手にやっぱ作れるんですよね。やっぱり息子に寸法を見てもらいながら、峰の通りとか、しのぎの通りとか、ああいうのを見てもらうと、最近やっぱりそういう難しい手作りの仕事が、やっぱりできないことはじゃけど、自信がやっぱり昔みたいに少しずつなくなってきてるんですね。別に材料仕入れの苦労も、まあなんとかあったけど、それはもう苦労とは思わんですね。これはもう、こういうなりゆきやから。ただ、年を取ってきて、いろんな特注製品が、自分の思ったように、こう、できなくなりつつあるな、ということは、感じてですね。最近、それがめんどくさくなってきたんです。特注の品物を作るのが、もう、めんどくさくなってきた。でも、その代わり、で、やっぱり息子に、そういうことを考えれば、自然と息子にバトンタッチしていく、自然の流れですよね。もう息子してかんな。自分でできることなんです。やっぱり、好きなところ中、まあ仕事やから、決して仕事を好きなわけじゃないんだけど、遊んでくだされば一番いいんだけど、ただやっぱりこういうほら、何でもない木からですよ。例えば今見たその木でもやけど、やっぱりこういう品物に変わっていくでしょ。とやっぱり綺麗な品物ができたり、まあ自分が想像以上の品物ができたり、色の仕上げですよ。そういうのがやっぱりできた時がやっぱり嬉しいっていうか、ほら、やっぱり感動はありますよね。僕が思っていた以上の品物が仕上げてみてですよ。ああ、いい品物ができたね、と。木の良さですよね。ああ、こういう木はこういう風になるんかなとか、そういう何でもない木から、そういう磨きとか、ああいうのをかけて仕上げていけば、とてつもない綺麗な木目になるな、綺麗な木の肌になるなって、そういうのはやっぱり木を見ればわかりますよね。木は好きですよ。木は好きですよ。私も酢漬けとか黒炭なんか油を使ったりするけど、それぞれ特徴があるわけですよ。酢漬けとか黒炭なんかは油での甘煮油なんかでのなんと割れるから割れ目が入ってるんですよ。製品になって室内に置いてっても暖房冷房とかああいうところに置いてっても割れが入る。まあ、それを一つ防ぐ方法だけど、菓子はですね、ニスを今これじゃんけど、今私たちが使うこの菓子材はですよ、まあ、蒸し釜に入れて、材料を沸いたらすぐ蒸し釜に入れて油を抜くんだけど、アクを抜くんだけど、で、そのままではですね、見た目が悪いから。と、ああいう色が、もともと赤がしいちゅうけど、自然の乾燥すれば、ちょっと白っぽい広がった色になったけど、蒸して、油を抜いて1年間乾燥してすれば、ニス塗った時がですね、ああいう赤になるんですよ。だから、ニスを塗るんですよ。やっぱり本来やっぱり木の良さを塗って、ニスを塗って良さを出すのと、そのままの素地を生かすのと、やっぱり木の使い方、自分の好みですよね。うん、そこへですよ。で私はだけ白樫なんかは塗らずに、まあそのまま。で、白樫するのは難しいから、やっぱりたまに真っ白いのもあるけど、もう色が乾燥する間にですね、焼けちから、水分が完全に蒸発しきらずに残ったりして黒くないわけです。いい材料ばっかり、真っ白い部分ばっかりないもん。もうそういうもんです。まあ、みんなですね、あの手この手で材料を生かすためには、知恵を絞っちゃったですよ。うん。これは私たちにとってはありがたいことです。品物が出るということは、製品が出るということは、売れるということはありがたいことであって、まあ、ただ、得意さんにですね、まあ、製造さんに言うけど、なかなか納期の期間内に製品を収めることが、私のとこはですよ、親子でしょうでしょうが、もう、得意さんが、だいたい品物出る時期は重なるんですよ、同じような品物が。
で、もうみんな、早く品物が欲しいから、何日まで何日まで納期が来てですね。で、もう1月に入ればですね、まあ来年やけど、だいたい11月の末頃から忙しくなるんだけど、まあ11月の末頃から、正月1、2、3、4、5、5月の連休頃まではですね、もうほとんど休みなしですもん。もう、そのぐらい終わるわけですよ。ただ、私たちもほら、この仕事も昔から業界はですね、夏はちょっとほら、夏場は品物が今まで出ない時期もあったから、だからまあ忙しい時期はやっぱり頑張らねえかんから、で、夏場がちょっとゆっくりある時期はちょっとゆっくりしようというような考えがあったんですよ。だけどここ何年かも夏場もない。もう常時注文が来るから、ほら。やっぱりちょっとやっぱ追われ気味ですよね。うん。うちは。まあ、だけど、それは注文がある仕事は、私たちにと仕事にとっては、仕事する者にとっては、ありがたいことやから、嬉しいことやから。まあだから、まあ毎日、もう、体はきついんだけど、やっぱり頑張ってますよね。うん、そういうことです。